どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、自分は結構生態導入をしているんですが、中には導入したけど動画では紹介していない生態もいます。動画の映像ではちらっと映ってるけど、この生態紹介動画に出てなくないって気づいている方もいるかもしれません。なんでせっかく購入したのに動画にしないのかと思われるかもしれませんが、いろいろ事情があったりします。そんな中でも、だいぶ前に購入してから一度も触れていない生態がいるんです。1年前に導入しており、このまま動画にはしないだろうと思っていたんですが、とある事情があって今回は取り上げたいと思います。最近ちょっと話題になってたあのショップが絡んでるお話です。というわけで早速見ていくんですが、一応開封するところからやっていきます。もう1年以上前の動画だったんで、ハードディスクの中から探すのも大変だったんですが、頑張って掘り出してきました。いつもの発泡スチロールなんですが、開封していくと見る人が見るとわかる梱包がされています。この時は動画にまとめるということもあり、何回か利用させてもらっていたので、生態も大量に買ってますね。まあ今見てもなかなかの梱包の仕方です。というわけで今回紹介する生態はこちら、キティテトラです。価格は4匹で539円プラス税。1匹あたり100円なので安いっちゃ安いですね。まあそこまで高い生態でもないので妥当かもしれません。キティテトラとはブラジルタパジョス川原産のカラシンです。最大体長5センチ、適正水温23から27度。水質は弱酸性から中性が適しています。2000年に初輸入され、その美しさと希少性から非常に人気になった種類です。2000年に流通が始まったということで、割と新しい生態なんですが、現在は東南ブリード個体が流通し、比較的安価に販売がされるようになりました。アクアショップでも見かける機会が増えたようで、自分が通うショップにも並んでいることが多いです。尾ひれの付け根の黒いスポットが特徴的ですが、体側の模様は割と地味で、成熟していない個体は透明に近い色合いをしています。成長とともにオスの体色は黄色みを帯び、赤っぽいヒレとの組み合わせが非常に美しい姿となります。ちなみに飼育自体はとても簡単で、性格も温厚なので、いろんな魚種との混泳に向いています。そんなキティテトラなんですが、今まで動画に登場させてなかったのには訳があります。その訳とは何なのかというと、本当にキティテトラなのかわからなかったということです。現在見てもらってる映像だと、導入直後なので色飛びしており、そもそも何の生態かもわかりづらいんですが、飼育を続ければ続けるほど、どうしてもキティテトラには見えませんでした。ただ、本当に違う生態なのか確証が得られず、まだ成熟しきっていないため、今まで動画にできなかったんです。正直今でも違うと確信しているわけではなく、どっちなんだろうと思いながら飼育しているんですが、自分はこの生態はキティテトラではないと思ってます。では、この生態は何だと思っているのかというと、テトラオーロです。結構風貌が似ており間違われやすいらしいんですが、それはまだ若い時の段階であり、飼い込んでいけば違いがわかると思います。まず、キティテトラの特徴として、
オスは黄色みを帯びること、最大体長が5センチと結構デカめなことが挙げられます。それに比べテトラオーロは最大2から2.5センチと超小型種です。ただ、マックスサイズは買い込まないとわからないので、導入直後だと判断が難しいです。ということで、1年飼育した映像がこちら。わかりやすいようにセリアのプラケに入れてます。若干目盛りが見づらいですが、すべて2センチ前後のサイズに収まってるんです。さすがに5センチは 2.5 倍なので間違えようがないですし、明らかに色も違いますよね。4匹中4匹すべてが銀色で、キティテトラのオスのように黄色になっている個体はいません。4匹の中にオスがいないことも考えられますが、すべてメスの確率は 6.25% とだいぶ低いです。キティテトラっぽい要素が見当たらないこと、4匹すべてがメスの確率は低いということを考慮し、自分はこの生態たちはキティテトラではないと考えました。もしかしたら本当にキティテトラなのかもしれませんが、この1年間ずっと疑いながら飼育を続けていました。ではなぜこんなにも疑いを持っているのかというと、購入した先が熱帯魚通販フォレストだからです。めっきり動画内でこのショップの名前を聞かなくなったから忘れている方もいると思いますが、自分が動画にもしてたショップです。実は以前もこのショップで購入した生態が間違っているという動画を出しており、そういった前例があったからこそ疑ってたわけですね。その動画では間違っていた生態は綺麗で気に入ったのでそのまま飼育してますみたいな感じでポジティブに発信してたんですが、それでも間違った生態が送られてきたことに対して不信感はありました。表記された生態よりも安い種類でしたしね。そういった疑念もあり、導入してから今まで動画に出ていなかったわけです。ではなぜ今になって動画を出したのかというと、1年飼育してキティテトラじゃないという可能性が強くなったこともあるんですが、一番の理由はフォレストが長期休業をしたからです。ちなみに長期休業になった理由は輸入コスト増加による低価格販売の継続困難とのこと。この休業に関してはほぼ最速で気づいたんですが、正直すでに利用してなかったので特に反応することなくスルーしてました。ただ後からコメントとかでフォレストがやめちゃったみたいですと視聴者さんに言われまくって、結構反響があるんだなと思ったので今回触れさせてもらいました。まあ自分がフォレスト関連の動画を以前出していたから報告したっていうのもあるんでしょうけど、実はこのキティテトラじゃないかもしれない疑惑が浮上してからフォレストからの購入をやめたため、自分の中では動画で取り上げたこともだいぶ昔の話に感じてたんですよね。さすがに2回立て続けに間違いかもしれないという出来事があるとなかなか利用しづらいです。正直生態の質も悪くなかったですし、大量に試着があったわけでもないので、全体的にはそこまで問題はなかったです。それでも購入した生態が間違った種類というのは普通に考えると結構なことなので、もう利用しないようにしようと思いました。だから最近フォレストの名前が動画内で上がらなかったわけですね。今回のキティテトラに関しては1年経った今でも疑惑のままですが、やはり違うんじゃないかという見方の方が強いです。一度そういったことが起こると疑ってしまうのもしょうがないですよね。1回目は確実に違う生態だったので、2回目も完璧に違うとは言い切れませんが、そのままどっちか分からず飼育するのもモヤモヤが残ります。安価な生態だったのでいいと言ってしまうと語弊がありそうですが、
これが1匹あたりの単価が高い生態だったらクレームが入りそうですよね。まあ、フォレストの性質上、どこまで対応してくれるかはわかりませんが。ということで、この生態を紹介したのは、あれから全く利用していなかったフォレストの話題を半ば強引にするためだったわけですね。これが生態紹介に入るかは難しいところですが、種類が曖昧になっている生態をこれですと紹介するのも違う気がするので、中心はフォレストのお話にしたいと思います。このように自然な流れでフォレストの話に移行するわけですが、長期休業ということでまだやめているわけではないようです。閉鎖される前のサイトの文言を見た感想は、このままフェードアウトしそうな感じでしたが、もしかしたらまた戻ってくるかもしれません。結構惜しむ声も多かったので、また再開されるといいですね。ただ、フォレストの強みは徹底したサービス排除による格安販売だと感じているので、輸入コストが上がるというイベントが起こるたびに休業のリスクは大いにあると考えています。正直円安や世界情勢による輸入コストの増大は他のショップさんも同じように打撃を受けているわけで、フォレストだけが特別にコストがかかっているということではありません。そんな中でもショップごとに特色を出し、いろんな試行錯誤をしながら頑張って商いを続けているのだと思います。フォレストの場合は安売りが主軸だったので、今回の輸入コスト増大が致命的だっただけです。おそらくこういった出来事は今後も起こり得ますし、この路線のまま行くとまた長期休業を余儀なくされる可能性は大いにあるんじゃないかと考えます。梱包が二重ではなく1枚で封も圧着しているだけとギリギリを攻めてたり、緩衝材が入ってなかったり、試着保証がなかったりとサービスを削りに削った結果の価格であれば、輸入コスト変動で大打撃ですよね。これ自体は購入者側も納得した上で購入しているわけですし、しっかりとその分安く販売しているのは素晴らしいことだと思います。ただ、あまりにもグレーゾーンというか、アウトな点が多かったのも事実です。以前の動画でもお話ししたんですが、欠品があった場合は、その分のお金をそのまま同封して送り返すそうです。これはサイトにも表記されていたので間違いなく行われていたんですが、基本的にお金を送る場合は現金書き留めで送らなければなりません。郵便法に違反しているかは法律の専門家ではないので分かりませんが、ヤマト運輸では約款として禁止されています。また、ショップの金額の表示価格が税抜きで、カートに入れた時点でも税込み価格が分からず、送料を含めた最終段階で消費税がプラスされた合計金額が出るという謎仕様もありました。まあ、ここに関しても最終的な料金確定時に消費税を記載しているからいいのかもしれませんが、一時期スーパーとかでも話題になったように、しっかり税込みの価格がわかるようにしないといけなくなっているはずです。しかも、隣に税抜きとも書いておらず、販売価格としか書いていないのもちょっと危ないですよね。極めつけは、なぜか送料にも消費税がかかってます。買ったものが1万円で、送料が1300円の場合、送料も含めた合計金額である1万1300円に 10% の消費税がかかるという話です。これはさすがにやばいだろうと思いましたね。自分も動画を作らなければ気づかなかった点なので、これはみんな気づかず上乗せされていたんじゃないかと感じちゃいました。動画を作る上でもそういった部分がすごく気がかりで、すべての問題に対して言及をし、最終的に注意点を理解した上で利用してくださいと念押しして出したのを今でも覚えています。
良くも悪くもうちのルールを守れないなら取引しないという感じのショップでした。以前の動画でも最終的に利用するかは自身の判断なので、何かトラブルがあっても自己責任といった伝え方をしています。まあそういったことが引っかかっていたり、生体の種類が間違ってたりということがあったので、それから使ってなかったわけですね。正直地方税としてはこれくらい安く生体を売ってくれるネットショップはすごくありがたいですし、だからこそ動画で注意点をくどいくらい念押しながらも紹介したのは、自分のようになかなか安く生体を購入できない人の参考になればと思ったからです。今ではアクアライズやペットバルーンなど胸を張っておすすめできるショップさんを複数発見できたので、今後押すことはありませんが、一アクアリストとしてはこういったショップが休業するのは残念ですね。願わくば現金をそのまま送ったり、税込み表示をしたり、送料にまで消費税をかけたりというグレーな部分を直して再開してほしいところです。その分値段は上がるでしょうけど、多少値上がりしたところで他店よりも安価なのは変わりないでしょうし。というわけで、ほぼほぼフォレストの話になってしまいましたが、今回はフォレストで買ったキティテトラが違う種類なんじゃないかという疑惑のお話でした。フォレストの営業が再開されたとしても利用することはないと思いますが、アクアリウム業界の発展のためにもショップが休業するのはマイナスなので、ぜひクリーンな状態で再開されることを願っています。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。